Buonasera, Maestro Noto です。今日も10分だけ音楽の時間をください。ここベネチアでは街そのものが音楽のようです。水は光を揺らし、鐘の音は石畳を渡り、運河を抜ける風まで旋律を帯びている。そんな街で生まれた一人の男が世界で初めて季節を音で描くことに挑みました。春の息吹、夏の雷鳴、秋の酔い、冬の凍てつく空気、そのすべてを音符に変えた男、アントニオ・ヴィヴァルディ。けれど彼の人生はあの華やかな旋律とは裏腹に成功と忘却、栄光と孤独を繰り返す波乱の物語でした。この水の都に残る余韻をたどりながら、その人生を一つずつ紐解いていきましょう。Apriamo il sipario. 赤毛の司祭、その誕生。1678年、ベネチア共和国。ビバルディは理髪師でありながら優れたバイオリニストでもあった父、ジョバンニ・バッティスタ・ビバルディのもとに生まれました。父はサンマルコ寺院にも関わる音楽家で、幼いアントニオに最初の音楽を教えます。少年時代の彼は幼い頃から喘息に苦しんでいました。激しい発作を抱えながらも彼はバイオリンを手放しませんでした。やがて家族の望みもあり、彼は司祭の道へ進みます。25歳で叙階を受け、正式な司祭となりますが、健康上の理由からミサを続けて執り行うことは困難でした。しかしこの司祭としての挫折こそが彼を完全に音楽へ向かわせる転機になります。赤い髪を揺らしバイオリンを抱える司祭。人々は彼をこう呼びました。Il prete rosso。赤毛の司祭。ピエタ養育院。少女たちと築いた奇跡。ビバルディの人生を語る上で欠かせない場所。それがベネチアのピエタ養育院です。ここは孤児や捨て子の少女たちを保護する施設でしたが、同時にヨーロッパ有数の音楽教育機関でもありました。ビバルディはここでバイオリン教師、作曲家、指揮者として働き始めます。少女たちは厳しい訓練を受けました。音程、技巧、表現、アンサンブル。彼は一人一人の個性を見抜き、その能力に合わせて新作を書き下ろしました。やがてピエタの演奏会はベネチア随一の評判となります。舞台に立つのは名もなき孤児の少女たち。けれど演奏が始まればヨーロッパ中の貴族たちが息を飲みました。ビバルディは社会の片隅に似た少女たちを世界最高峰の音楽家へと変えたのです。指揮、自然を音にした革命。1725年、ビバルディは協奏曲集「和声と創意の試み」を出版します。その冒頭を飾る4曲、それが指揮でした。この作品が革命的だった理由は、音楽を風景描写へ変えたことです。春では鳥がさえずり、小川が流れ、風が草を揺らす。夏では蒸し暑い空気の中、遠くから雷鳴が近づいてくる。秋では収穫祭の酔いと踊り、冬では氷の上で滑り転ぶ足音。彼は単なる旋律を書いたのではありません。自然そのものを耳に見える形で描いたのです。さらに楽譜には各場面を説明する詩まで添えられていました。これはいわば映像を生む音楽。現代で言えば映画音楽の発想を先取りしていたのです。オペラへの野心、そして破産寸前の日々。
ビバルディは四季だけの作曲家ではありませんでした。彼自身が最も情熱を注いだのはむしろオペラです。50作以上とも言われるオペラを書き、劇場運営にも深く関わりました。しかし、彼は芸術家としては天才でも、経営者としては危うい人物でした。豪華な舞台装置、歌手への高額報酬、失敗する興行、赤字は膨らみ続けます。さらに歌手アンナ・ジローとの親密な関係は教会から批判の的となりました。司祭でありながら劇場に行き舞台に執着する、その姿は当時の社会では大きな論争を呼びました。中でも注目されるのが歌手アンナ・ジローの存在です。彼女はビバルディの作品で重要な役を担い、常に彼のそばにいました。二人の関係は当時の人々の間では単なる師弟を超えているともささやかれていました。司祭であるビバルディが一人の歌手と行動を共にする、その事実は当時の社会にとって無視できないものでした。芸術に生きるのか宗教に従うのか、彼の人生はこの頃、音楽と現実の狭間で大きく揺れていたのです。栄光の終焉、時代に取り残される天才。1730年代、時代の流れは変わり、音楽の好みも新しい様式へ移っていきます。ビバルディの華やかなバロック様式は次第に古い音楽とみなされ始めました。かつて満席だった劇場は空席が目立ち、注文は減り、名声は静かに衰えていきます。天才であっても時代の波には逆らえない。それは芸術家にとって最も残酷な現実でした。再起をかけ、ビバルディはウィーンへ向かいます。新しい宮廷での仕事を期待していました。しかしウィーン到着直後、後ろ盾と期待していた皇帝カール6世が世を去ります。支えを失った彼の計画は崩れ去ります。仕事は消え、収入も尽きる。1741年、ビバルディは小さな借家で亡くなりました。享年63歳。葬儀は簡素で、墓も共同墓地。ヨーロッパを魅了した男の最後はあまりにも静かなものでした。忘却の果てによみがえった音楽。なぜビバルディは今も生き続けるのか。ビバルディが亡くなった後、彼の名はおよそ200年、歴史の影に沈みました。理由の一つは時代の変化でした。18世紀後半、音楽の中心はバロックから古典派へ移り、彼の様式は古い時代の音楽とみなされます。さらに多くの作品は出版されず、修道院や図書館に眠ったままでした。しかし20世紀初頭、奇跡のような再発見が起こります。イタリア各地で何百ものビバルディ作品が発見されたのです。協奏曲、宗教曲、オペラ、室内楽、研究者たちは驚きました。式はほんの一部に過ぎなかったのです。500曲以上の協奏曲、大胆で鮮烈な色彩に満ちた音楽世界。人々はようやく気づきます。ビバルディとは単なる式の作曲家ではなく、バロック音楽を押し広げた革新者だったのだと。ではなぜ今も彼の音楽は愛されるのか。それは彼の音楽が音ではなく景色を描いているからです。鳥の羽ばたき、遠くから迫る雷、凍てつく朝の風。彼の旋律を聞くと、私たちは耳で聞くだけではありません。目の前に風景が立ち上がるのです。そしてその景色の中には必ず人間の感情があります。喜び、恐れ、孤独、期待。自然を描きながら彼は人の心の四季を描いていました。だからこそ300年後の今も彼の音楽は古びません。季節が巡るようにビバルディの旋律もまた何度でも私たちのもとへ帰ってくるのです。この街では潮の満ち引きのように音楽もまた消えては戻ります。
ビバルディは一度忘れられました。けれど本物の音楽は決して沈みません。次に春を聴くとき、その奥にある彼の孤独も思い出してください。その旋律は遠いベネツィアから今も静かに私たちへ届き続けています。A presto.